こんにちは、りさです。今回は iPad で始めるデジタルプランナーの使い方っていうのを初心者さん向けに分かりやすく解説していこうと思います。私のショップの方で無料テンプレートっていうのを配布しているので、そちらを実際にダウンロードして iPad でどんな風に使うのかっていうのをこの動画を見ながら一緒に進めていけるようにしています。とりあえず必要なものは iPad と iPad に対応しているペンシルです。ペンシルは純正じゃなくても大丈夫です。Amazon とか楽天で2000円とか3000円ぐらいとかで売っているので、そちらを使っていただいても大丈夫です。とりあえず iPad さえあれば、このペンシルがなくても始めることはできるので、今 iPad を持っている方はぜひ一緒にやってみてください。簡単にメリットとデメリット、デジタルプランナーってどんな感じなのかっていうのを少しお話ししたいと思います。この動画を見ていただいている方は、紙とデジタルって何が違うの？紙の方がいいんじゃないの？ iPad で手帳って難しくないかなって気になっている方も多いと思います。どちらがいいとか、どちらの方が便利だっていうのは個人差があるので、一概には言えないんですけども、iPad の手帳には iPad の手帳のいいところがあるので、ぜひたくさんの方に楽しんでいただきたいと思っています。デジタルプランナーってどんな感じなんだろうっていうのをざっくりと理解していただけると、この後の動画もスムーズに見ることができると思います。では、デジタルプランナーのメリットっていうのを5つ簡単に紹介します。デジタルプランナーのメリット1、ペンやシールがいらない。もちろん本物のペンとかシールそのものが好きだっていう方もいると思うんですけど、少しずつ買い足していったり、インクがなくなってるから買わなきゃとか、そういうことを考えなくていいっていうのはメリットの一つかなと思っています。2つ目が書いたものを消したり移動できたりサイズを自由に変えることができるという点です。3つ目が写真とか画像とかを簡単に入れ込むことができる。4つ目はノートが増えても荷物がかさばらない。この iPad にいろんなノートを入れることができるので、例えばデジタルプランナー、家計簿、勉強のノート、いろんなノートとか手帳をこの薄い iPad に入れることができます。5つ目が PDF で複製ができるので、1つ買えば何度でも使うことができます。日付なしのデジタルプランナーとかを買っておくと、自分で日付を記入して、また来年も再来年もそのテンプレートを気に入っていれば複製してそのまま使うことができます。デジタルプランナーのデメリットについて4つお話ししていきたいと思います。1つ目は、人によってはノートアプリの使い方がちょっと難しいな、わからないなって思う方がいるかもしれないという点です。おそらくアプリはいろいろ操作していけば使い方は慣れてくると思うので、いつまで経っても何もわからないということはないと思います。2つ目は、この iPad とかApple Pencil とか初期のコストがすごくかかるということです。iPad は新品だったり中古だったり iPad Pro だったり iPad mini だったりいろんなサイズとか値段とかあるんですけど、平均的なスペックのものを買おうと思っても十数万とかにはなってしまうので、どうしてもお金をかけることが難しいという方は私はおすすめはしてないんですけど、中古で買うとか Apple Pencil は Apple Pencil 純正じゃなくても2000円前後とかで買えるようなものでもいいんですけど、時々うまく線が描けないとか反応しないとか、そういう外れのペンシルがあるので、できればペンシルも Apple Pencil の方をおすすめはします。で、3つ目が、これはもう当たり前のことなんですけど、バッテリーが切れたら開けないということです。もちろん iPad も充電が必要なんですけど、このペンシルの充電を忘れる人は結構多いんじゃないかなと思っています。で、この私が使ってる iPad Air と Apple Pencil 第2世代、こちらはここにくっつけるとペンシルの充電ができるようになっています。このタイプだとそんなに充電忘れるっていうことは多分ないとは思うんですけど、マグネットになってるのでカチッとはめたら充電ができるようになっています。ケーブルを挿して充電するタイプっていうのも売っていて、そのタイプを使っている方はもしかしたらついうっかりペンシルの充電を忘れてしまうかもしれません。最後4つ目が iPad に SNS とかいろんなアプリ入れている方で、通知が来るとそっちが気になって集中力が切れちゃうみたいなこともあるかもしれません。デジタルプランナー使う際に集中力が切れるのはそんなに問題ではないと思うんですけども、 iPad のノートアプリで勉強する方、そういう方は SNS の通知は切っておいた方がいいかもしれません。
デジタルプランナーを使うにあたって、向き不向きもありますし、絶対に iPad の方が便利だよとか、紙の手帳は良くないとか、そういうことは全然ありません。ただ私がお伝えしたいのは、紙の手帳よりもちょっと便利な機能が備わっているよという感じです。それではまず無料テンプレートをダウンロードしていこうと思います。サファリで私のショップのページを開きます。無料アイテムはいくつかあるんですけど、今回はデジタルプランナーの中にある4月分無料サンプルというのをダウンロードします。完全無料ですので安心してダウンロードしてください。こちらをカートに入れます。ログインして購入するか、ゲストで購入するか、お好きな方を選択してください。購入者情報を入れるところがあるんですけど、メールアドレスさえあっておけば、あとは適当な名前と適当な番号で大丈夫です。正式なフルネームとか電話番号を入れていただく必要はありません。メールで届くので、メールアドレスだけは確実なアドレスでお願いします。またいつかダウンロードする可能性がある方は会員登録はしていただいた方が先ほどの情報を入力する手間が省けます。たまにですけどメールマガジンとかセールのお知らせとかも送っているので、そういうのが必要な方はそのままオンにしておいてください。入力が終わったら内容のご確認へをタップします。入力したメールアドレスにお間違いがないかもう一度ご確認くださいっていうこの文字が出るんですけど、これをメールアドレス間違ってないのに間違ってますって出るんですって今まで何度かいただいてます。でこれは間違っていませんか、大丈夫ですかっていう問いかけなので、間違いがなければそのまま進んでください。問題がなければ注文するをタップします。でご購入ありがとうございますと出てきます。ご購入ってなってますけども、今回ダウンロードしたのは無料なので費用はかかっていません。でメールも届いているんですけど、今回こちらからこのままダウンロードをします。とりあえずこの購入手続きだけして後でダウンロードしようと思った方はメールから行ってください。このダウンロードをタップします。そうするとここに今購入したものが出てきました。こちらはサンプルなので、この4月分だけが入ったページになっています。でこの後、ここの右上にあるこのマークをタップします。下の方に行って、ファイルに保存というものがあるので、このファイルに保存をタップします。テンプレートの名前など、これで良ければこのまま保存します。そしたらこのファイルというアプリに入りました。このファイルっていうアプリは iPad に最初から入っている純正のアプリなので、おそらく皆さんこれはもう最初から入っていると思います。今ダウンロードしたのでここに入っています。そしたらこのファイルを長押しして共有をタップします。自分が使いたい好きなノートアプリをタップします。GoodNotes をお使いの方は新規書類として読み込むをタップします。私はこんな感じでファイルがいくつかあるので、ファイルがある方はこれを選択するようになっています。今回はドキュメントに読み込むを選択します。これで先ほどダウンロードしたデジタルプランナーがノートアプリに読み込まれました。ではここからは実際にこのノートアプリで何ができるのかっていうツールの説明をしていきたいと思います。このツールバーはカスタマイズできるので、私がよく使うようなツールは一応ここにある分で全てです。なので今回はここにある分を紹介していきます。ではまずはペンツール、こちらを紹介します。タップすると万年筆、ボールペン、筆ペンと3種類出てきます。万年筆と筆ペンは強弱があって私の好みではなくて、私はこの真ん中のボールペンっていうのをよく使っています。ペンの設定にしている時にこの右の方を見るとペンのカラーを変えることができるようになっています。ペンの太さとペンの種類はここから設定ができます。ではまず実践で書いてみます。次は破線を使います。最後に点線を使います。
でペンのカラーをタップするとこういった感じでカラーがたくさん出てきます。でもっと細かく設定したい方はここからカラーコードを入力するか、こちらをタップしてこうするとすごく細かく設定できます。よく使うカラーは登録しておくのがおすすめで、ここにプリセットに追加っていうのがあるので、これをクリックするとここにペンのカラーが登録されるようになっています。私がよく使うカラーはこれです。では次にこのペンの右側、こちらの鉛筆のアイコンをクリックします。これは色鉛筆みたいな質感のペンが使えます。ちょっと実際に使うとこんな感じです。文字を書くのもいいんですけど、文字を書くよりかは私は絵を描いたりするのに向いているペンかなと思っていて、パッと見た感じはなんか色鉛筆の感じでいい感じなんですけど、ただこう広げてみると結構こう粒子がバーッと出てて、あんまり太くない方が、もう太いとこんな感じで微妙かなと思ってしまいます。文字を書くなら細いペンにしてイラストを描くとかそういうのにおすすめです。でその横がこの消しゴムツールになっていて、これはもう見たまんま消しゴムなんですけど、正確な消しゴム、普通の消しゴム、ストローク消しゴムっていうのがあって、私はこのストローク消しゴムを使うことが多いです。ストローク消しゴムっていうのを使うとちょっと触れただけでもうここ全部消すことができます。普通の消しゴムっていうのは私はあんまり使わないんですけど、こういう感じです。正確な消しゴムっていうのはもう本当にもうただ触ったところだけが消えるような消しゴムです。手早くさっと消したいんだったらストローク消しゴムがおすすめです。消しゴムの太さはこの右の方で3段階に変えることができます。あんまり大きいと結構思いっきり消えちゃうので、小さい方が使いやすいかなと思います。そしてその隣がマーカーペンです。マーカーペンもこのボールペンとかと同じように右上の方にペンの太さとか、あとカラーとか自由に決めることができます。普通のペンとこのマーカーペンの違いは下の文字が透けるようにできています。ボールペンで文字を書いて、このマーカーペンで線を引くと下の文字が見えるように線を引けます。これタップすると線の長さを変えることもできるので、さっきちょっとこうはみ出しちゃったんですけど、ここもキュッと短くすることができます。ボールペンでも鉛筆でもマーカーでも普通に線引くとこうカタ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 なっちゃうんですけども、線を引いた後に長押しをするとまっすぐとした線が描けます。でその後もこうやって伸ばしたり縮めたりすることができます。ではその隣に行って、次はマスキングテープです。マスキングテープはこうやって線を引いて離すとテープのような感じになっています。タップするとつけるようなシステムになっているので、勉強をしたい方とかにもおすすめで、例えば何か単語を書いたとして、それをマスキングテープで隠す。でタップしたら見えるようになる。こういう使い方ができますし、デジタルプランナーを使う方は普通に装飾として使うこともできます。でここの右上をタップすると、もともといろんなのが入っていて、自分で作った柄を追加することもできます。こうやってよく見ると、ここに立体感があって、普通のペンとは違ったデザインになっています。でその横が図形です。こういった感じで図形を描いて長押しして手を離すと少しここに色がついています。でこれは左上から戻るを押すとこの線だけ消えて中の色だけがつくようになっています。でその隣が投げ縄ツールです。何か文字を書いて、でそれを投げ縄ツールで囲んで移動させることができます。一回タップしてここから色を変えたりコピーしたり複製したり、そういったこともできます。その隣がステッカーです。ステッカーは購入することもできますし、自分で作ったものをここに登録することもできます。私はこうやって自分で作ったものをここに登録しています。
で右上の方に履歴とかも出てきますし、ステッカーをいっぱい貼る作業をしたいっていう方は、ステッカーを押してここの右上のこのマークを押すと2分割できるので、こちらからぐっと引っ張ってくると、毎回毎回ステッカーのページを開かなくてもステッカーを入れることができます。そしてその隣が写真です。写真アプリから入れるのか、ファイルアプリから入れるのかっていうのを選ぶことができます。そしてその隣がテキストです。よくいただくお悩みで、字を書いてる自分の字が気に食わない、綺麗に書けないっていうのをいただくんですけども、上手に書こうとするのももちろんいいですし、それでもやっぱりうまくいかないなっていう方は、このテキスト、ここからこうやって文字を入れて、私結構実はこのテキストを使ってデジタルプランナーを楽しんでいます。勉強するときは手書きの方が頭に入るかなと思うんですけども、デジタルプランナーとかただ可愛いページを作りたいっていうだけだったら、私は結構テキストでもいいんじゃないかなと思っています。日本語ちょっと少ないんですけど、この右上の方からフォントを選ぶこともできますし、英語とかだったらもっと可愛いフォントにすることもできます。で、私はこのアンズ文字とか夏目文字っていうのはネットで探した無料フォントをここにダウンロードして入れました。夏目文字とアンズ文字はこういう手書きの可愛い感じに仕上がるのでおすすめです。文字のサイズとか色はここからこの右上から変えることができます。その隣が時間を計ることができるページです。デジタルプランナーを使いながら使う方はあまりいないと思うんですけども、勉強とかしててちょっと時間を計りたいっていう方はぜひこちらを活用してください。タイムキーパーの隣のこの虫眼鏡のマークなんですけど、上が本来のデジタルプランナーの PDF があって、でそれを拡大したページがこの下に映っています。なのでこの下の方に文字を書くと、こうやって上の方に文字が出てきます。このまま小さく文字を書くのって紙だとそんな難しくはないと思うんですけど、 iPad だと若干難しいです。そういう方はこう手で広げてここで書いてもいいんですけども、こうやってするのがめんどくさい方はこのツールでこうやって拡大すると書きやすいという方もいると思います。
ということで今回は iPad で始めるデジタルプランナーの使い方っていうのを準備から実際に使ってみるまで解説してみました。今日使った無料テンプレートとかは概要欄に全部リンクを貼っていますので、気になる方はチェックしてみてください。このチャンネルでは iPad のある暮らしを他にも紹介していますので、よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。